こんにちは、ヨギャオ仲間です。今日はですね、斜めになってしまったのみの直し方についてお話ししたいと思います。のみを研いでると、刃先がどうしても斜めになっていくっていう方結構いらっしゃると思うんですよね。で、僕もですね、油断するとですね、結構斜めになってきます。じゃあなんで斜めになってしまうのかっていうところとですね、どういうところに気をつければいいのかということ。あとは実際にですね、斜めになってしまったのを直していくというのをですね、今日お話ししたいなと思っております。これちょっと、のみを見立てた模型だと思っていただきたいんですが、まずこれ、まっすぐな方。これがまっすぐですよっていうもので、これが斜めになってしまったものだと思ってください。で、刃先が斜めになってるっていうのは、その先端だけが斜めになっているのではなくて、ここなんですね。ここの、しのぎ面、ここ自体が斜めになっているという形になります。なので、斜めにこう歪んでるような、転んでるような感じになってるはずなんですね。構造的にはこういう斜めになってますよと。じゃあそれがなぜそういう風になるのかというのをですね、ちょっとですね、お話ししたいと思います。まずですね、なぜ刃が斜めになりやすいかというと、まず、こうではなくてこういう風に取ります。こういう風に飛ぶとこういう風に安定しないので、少し斜めに持って研ぐ方が多いと思うんですが、こうしたときに、この先端方向です。この前の方がこう圧力が、力が先端方向にかかりやすい。こういう、ここにですね、ここに集中しやすいという風になります。するとですね、この斜めの面が削れていって、こういうようなここばかり削れていって斜めに歪んでいくというような形になるんだと思います。ここで注意していただきたいのは、こう斜めに、こうまっすぐ押すのではなくて、あくまでもこれが平行移動するイメージです。例えばこういう風に印つけたときにですね、こう進行方向にこう押していくと、ここばかり、こっちの方ばかりがですね、削れていってしまうと。このようにですね、進行方向にだけに意識していると、この前の方だけが削れて、ここら辺削れてないですよね。そういう風になってしまうんですね。思ったよりも、こっち方向に力をかけるというよりは、むしろ、後ろ側に力を乗せるというか、前に荷重をかけるのを防ぐように後ろに意識を乗せながらこうやって押していくという。でもあくまでもこの平行移動する。前に押すんじゃなくて平行移動するという風なイメージでやるとですね、このようにですね、平行移動しようというふうにイメージすると、大体均一に削れてくるというような感じです。何か、コッパでも何でもいいので、ちょっと斜めのものを使って、自分が研いでるときに、どこに力入ってるのか、どこが削れていくのかっていうのをですね、一回やってみるとですね、わかるんじゃないかなというふうに思います。はい。今、こののみがですね、結構斜めになってるんですね。こういう感じで。0.8ミリぐらいは斜めになってるかなと。で、これを直していきたいと思います。はい。やってみるとこれぐらいですね。なんかこれぐらい斜めになってるという感じです。で、あと次に大事なのは、表ですね。表、この表の上の部分も、面が先ほど言ったように、ちょっと斜めになってるはずなんですね。こういう風に。なので、こっち側はこの辺も削らないといけないはずなんですね。その辺をどこなのかっていうのを今、確認したいと思います。ここありますね。この点と平行な場所をですね、こっち側に書きます。なので、こういう風に置いて、差し金で、この当たる部分の線を書いてあります。思ったより悪くないですね。ここ0で、ここが、ちょっとわずかにですかね。この点も少し角を落として、平行になるように、この4点ですね、決めてあげるという感じですね。なので、目標、イメージとしては、ここと、ここと、ここと、ここですね。この4点を、基準でまず作って点の高さ決めてあげれば、あとは研げばですね、平行になるはずという感じですね。ここですね。ここをまず、刃をまっすぐに落とすっていうのと、こっち側もグラインダーで落として、ちょっと中抜きしてあげて、研いでいくというような形になると思います。ではまず、刃先を落とします。ですね、先ほど引いたこの線に合わせてですね、まず刃先をですね、まっすぐにします。これは小血ダイヤモンドの400番になります。
だいぶ来ましたね。はい。まあ、これぐらい。ただちょっと、こっちの方が。ちょっと末期、消えちゃって基準わかんなくなってくるので、まあ、こうやって、最終的にはこう、差し金当てて、まあ、いいとこですかね。はい。これもそんなに神経質になることはないと思います。いいですね。はい。この面が、まず、まっすぐになりました。なので、次、表面ですね。表面で、ちょっとこっち側が高いので、まあ、ここ少し削って、で、まあ、この面を作っていくというのをグラインダーでやっていきたいと思います。グラインダーのですね、使い方はですね、かけたのみの直し方という動画があるので、もしよかったらそちらの方を詳しくは見てください。細かいグラインダーの注意点とかっていうのはちょっと省かせていただきます。ではですね、グラインダーで削っていきます。ここですね。ここを今、削って、まあ大体ここと揃えたぐらいな感じですね。まあ、あと細かいのはちょっとの目に当てながら、まあ、砥石に当てながら確認したいと思いますが、大体当たってるかな。あと、グラインダー使うときは、まあ、当てて3秒です。1、2、3。まあ、3秒から5秒以内。あとはすぐ水につける。というのを気をつけてください。今、グラインダーやった状態で、まあ、ここも少し落として、あと全体的にここを落としてますと。ただ、ここの刃先、白いの分かりますかね。刃が欠けるというか、刃の先端までは削らずに、まあ、この白い部分、残すぐらいで、グラインダーが入っていると思います。こっち側はほぼ削ってないので、まあ、こっち側をだいぶ、グラインダーで削っていってって感じですね。あとはまた手で研いで、またちょっと当たる面積が大きくなってきたらグラインダーかけるというのをやっていきます。研いである程度形できたらもう一回裏も出し直した方がいいかなって気がしますね。ちょっと裏もだいぶ薄くなってきてるんで。まあ、とりあえず一回表を研ぎます。ここ見てもらうと、ここがまだまだ刃が、まあ、ここ白くなってるので、まだまだ刃が残ってるというか、研がないといけなくて、こっち側はまあ大体、いいぐらいになってきたって感じですね。で、表の方を見ていくと、こっち側も当たってきてはいるけど、まだこの辺が高いのかなって感じですよね。ここが削れてるけど、ここ削れてないので、まだここが少し高いのかなと思います。なので、ここもちょっと落として、まあ、この辺をもうちょっとこう下げてあげるイメージですね。肉を。この辺を少し落としました。はい、今まだ、ここ、うっすら歯、白いんですけど、まあ、歯帰りもついてないし、白いんですけど、まあ、ここの幅が、今、こっちとこっち側がほぼ同じぐらいになってきたので、この歯の厚みも同じになってきたし、まあ、ここですね。ここも、まあちょっとここ落ちてますけど、もうこことここ当たってるので、まあ大体この4点が面ができたなという感じがします。まああとはこのまま研いでいけばいいかなと思います。で、ただあと裏ですね。裏ちょっと裏切れしそうなので、まず裏出ししてからまたこっち側研ぎ直していくという形にしたいと思います。まあこれはさすがに裏出すときなので、一回平面ですね。出してからやります。まあ、氷結ダイヤモンドの場合は、ほぼ面が変わらないし、僕ぐらいの頻度でやってれば、ほぼ狂うことないと思うんですよ。で、これ逆に鉛筆引いてやっちゃうと、気になって結構ゴリゴリ削ってしまうので、まあ、氷結ダイヤモンドの時は逆に鉛筆書かないで、やってます。じゃないと、すぐなくなっちゃうんで。
あの、面がですね。まあ、だから、カンナとかすごい厳密なものをやるときだけ、ちょっと鉛筆でしっかり確認しますけど、でもまあ、下場定規とか当てても、このやり方で全然狂ってるっていうのは確認できなかったんで、まあ、これでも全然大丈夫かなと思ってます。はい、今、裏出しして、これぐらいですかね。まあ、さっきより1ミリぐらい出したんですかね。まあ、僕はこれぐらいをずっと維持するような感じなので、まあ、これぐらいで終わりにします。次、800番と、6000番を裏当ててですね。それから、表を解いていきます。はい、OK ですね。で、今、裏が出たので、次、表また研いでいきます。はい。で、これで、刃もまっすぐに直って、表もですね、まっすぐになって、という感じですね。差し金というのは、まあ、こんな感じですね。はい。こんな感じで、まっすぐになってます。はい。はい。で、曲がりも取れて、表も、まあ、ちょっと裏叩いたところと、グラインダーの跡残ってますが、まあ、表の方もですね、まあ、こことここ、4点からいったので、まあ、平行に大体なってるかなという感じがします。はい。で、刃の方もちゃんとついているので、大丈夫だと思います。はい。ということで、斜めののみを直してみました。ぜひですね、一度、まあ、何か、コッパか何かで斜めにして、砥石にこするやつですね、一度やってみてください。あれで自分の癖っていうのがですね、ちょっとはわかるかなと思いますので、それでどっち側が多く削れるのかというのを、あとはどうすれば、均一に削れるのか、あ、これぐらいかな、あ、このぐらいなのかな、みたいな、こういう持ち方かなとか、なんかそういうのですね、ちょっといろいろ試してみるとですね、つかめるものもあるかなと思いますので、ぜひ一度試していただければと思います。ただですね、これ斜めがそんなに問題かっていうと、そんな言うほど問題じゃないと思うんですよね。まあ、極端に斜めだと、まあ、それはちょっと困る部分もあるかもしれないですが、それも持ち方とか使い方でどうにかどうにかできる部分も多いと思いますし、なので、そんなに神経質になりすぎず、やっていただければなと思います。で、ただですね、やっぱりそういう、なんで斜めになってしまうんだろうとか、まっすぐ研げるようになりたいとかっていう、そういう向上心というのはすごく大事なんじゃないかなと思っています。宮大工とか、伝統的な世界だと研ぎ物から始まるっていうのよくあると思うんですね。あれなぜかというと、まあなんか人を見てるらしいんですよね。ゴールをすごい手前に持ってきて、あ、もうこれでクリア、これで研ぎ物できましたっていうのではなくて、もっとしつこくですね、ゴールを高く、ゴールをもっと先に持っていって、ゴールを持っていくというよりはもうしつこくですね、ここがもうちょっとなんでこうなるんだろうとか、もっとここ改善したいとか、ちょっとしたことへのディテールへのこだわりであったりとか、しつこさみたいなものを見てるというのを読んだことがあります。なのでそういうふうにしつこくですね、なんで斜めなんだろうとか、どうすればいいんだろうとか、こうかな、こうかな、みたいな風にやっていくという、その姿勢というのはですね、すごく大事だというのを、何かで読んだか聞いたかした覚えがあります。なので、そういう斜めであること自体はそんなに大きな問題はないかもしれませんが、そういうところにですね、問題意識を持って取り組むという姿勢はですね、すごく素晴らしいことなんじゃないかなと。まあ、この動画を見てそれを改善しようと思われているということは本当に素晴らしいことなのかなと思っておりますので、まあ、僕もまだまだですが、皆さんもですね、頑張っていただければと思います。ということで、どうもありがとうございました。